はい。では今日は、スピリチュアルな能力の開花の仕方っていうのかな。どうやったらねスピリチュアル能力が上がるかっていうことをお話ししていきます。私自身のちょっと経験をお話ししようかなと思っています。私はもともと全然スピリチュアルじゃなかったんですね。3年ぐらい前に、潜在意識のブロック解除っていうものに出会ったんですけど、その時は全然スピリチュアルとかじゃなくて、ただ自分の人生が大変だったので、この人生どうしようかなみたいな感じで、なんかいろんなものを探してたんですね。でその時に、自分自身のね人生変えてるような方がいて、これ本当だったらすごいなみたいな、なんかそういう風にね私もなってみたいなと思って、でその方がやっていたものが、潜在意識のブロック解除っていうものだったんですね。で最初、その潜在意識のブロック解除習いに行ったんですけど、全然できなかったんですね。私6人講座受けた人がいたんですけど、見えない。なんか私だけ肉眼で見よう、なんかみんなねカニが見えるとかね、イメージ見たりするんですけど、カニが見えるとかね、ヨットが見えるとか言ってるんですけど、全然見えないんですよ。この目で見ようとしてたから。そう、聞こえない、見えない、なんかもうすごい情けないなっていうかね、悲しかったですけど、でもとにかくそれでいいって言われたんですね。それで合ってますよって言ってくれて、先生が。であとはなんか前世とかも見たんですけどね、もう自分で考えなのかなみたいな、妄想なんじゃないかなみたいな感じだったけど、なんかその時何だったっけな、なんか女性のなんか前世みたいな、男性のやつ見たんですけど、女性の前世が出てきて、恋愛に対して、ちょっと思い残しがあるようなやつだったんですけどね。そしたらなんか無理やりを絞り出した感じだったんですけど、なんか思い当たる節があるって言われてびっくりして、そんな感じで全然能力がなかったんですけど、そういうなんていう先生もねこれでいいんだよって言ってくれたし、私自身もその前世見た時も合ってるよみたいに言ってくれたから、自信がついたって感じですね。なんか結構バカなんで、バカっていうかバカに素直なんですよね。あんまり疑わないっていうか。でしかも私その別居してる時に、旦那さんと3年前に別居してて、すっごい自分の人生が大変な時にこれに出会ってるので、もうこれしかないみたいな、これで自分の人生を絶対に変えるってもう決めてたんですね。そうだからすぐに仕事にもしましたし、お客さんにね、だからすぐセッションやったんですよね。自分に対してもどん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 、その習ったものを自分に対してどんどんブロック解除して変わってきて、でお客さんも、どん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 やってお客さんも変わったって言われたりで、お客さんでやると自分のねブロック解除もできちゃうので、本当どんどん自分が変わっていくんですね。そうそんな感じでやってったら、やっぱりすごいセッションやればやるほど自分のやつが変わってくるから、すごい変わってきたんですよね。そうだな、ブロック解除始めてから1年ぐらい経って、なんかお客さんにね次から次へと、いろんな人になんか霊視っぽいって言われたんですよね。あきこさんのブロック解除なんか違う、なんで私の状況が分かるんですかみたいな人がすごく増えたんですね。で自分でもなんでそんななってるか分かんないんですよね。お客さんなんでみんなこんなこと言うのかなみたいな感じだったんですけど、そうなんかどうやらどんどん能力が開いちゃったんですね。でこれやっぱもともと持っているもの、前世とかで使ってたものが多いんじゃないかなと思うんですね。だから今世学んで、出てきたっていうよりも、前世から持ってるものを、潜在意識のブロック解除をやり始めたっていうことをきっかけにバーンと開いた感じなんですよね。そうだから、そういう感じでどん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 実践していきながら能力が上がってきた感じですね。そうで、それが1年半ぐらい目ぐらいからそういう感じで言われ始めて、
でずっと来てて、で今年に入ってからですね、なんか急にね宇宙系になったんですね。宇宙系の能力というか、それはきっかけとしては、セッション、なんか全然期待してなかったセッションだったんですけどね、何のセッションやるかも分からずに受けてみたセッションで、いきなり私の宇宙でのこと言われたんですね。私がなんだっけ、アンドロメダ、アルクトゥルスとかね、いっぱいいろんな星に生まれ変わってたんですねって言われたんですよ。いろんな星に、もうありとあらゆる星みたいな感じですよね。いっぱい生まれ変わってて、でしかも地球でもなんかいろんなことやってて、そうで、なんかガイドも宇宙人って言われたんですよね。青と白のストライプの3メートルぐらいある宇宙人とか言われて、もうほんと衝撃でみたいな、なんかそういう世界があるのみたいな、衝撃だったプラス、このことがね、もし私の前世としてね本当だとしたら、こんなに宇宙で生まれ変わっているのが私だとしたら、地球に何しに来たのかなみたいな、地球に何しに来たかってもう分かるって感じですよね。だから宇宙でアセンション経験してるから、地球にアセンションをね伝えに来てるんですよねっていうことが分かっちゃったんですよね。なんかだから私も地球で学ぶことないなっていうか、なんか足りないとかね、外にって感じで今までいましたけれども、自分の中にもうね全てあるなっていうのが分かったんですね。そこがすごい大きい覚醒というか、スピリチュアルな能力がまたバーンと上がった時ですね。もうだから全部なんで自分の感覚とかね、直感っていうものが 100%、100、200% とかね、すごい信じられるようになったっていうのかな。もっともっと自分のことを信じられるようになったし、絶対疑わないですね、もう。だから自分がどういう感じで宇宙で生まれ変わってたかってことを知っちゃうと、一気に覚醒しますね。一気にスピリチュアルな能力が上がる感じですね。その前の過程がありますけれども、今は特に地球の波動が上がっていますので、みんな私のようにね、段階を踏んでやらなくてもバーンと行くことができると思います。ただやっぱりいろんな方とか見てて、思考が強い人、思考が強い人と否定が強い人っていう感じですね。この方たちは、インナーチャイルドの癒しが必要です。前のちょっと動画でも撮りましたけれども、これねすごい波動を落とすんですね。インナーチャイルド、小さい頃に自分が満たされなかった気持ちとかね、受け止めてもらえなかった自分自身っていうのがあった場合は、大人になってからねやっぱくすぶるんですよ、そういう小さい頃の感情とかがね。でね、これがすごくね波動を落としますので、最後の、癒しっていうのが今来てる人が多いですね。だからこの、インナーチャイルドの癒し、何が原因だったかっていうのを気づけばいいんですけど、気が付くことによってバーンとね波動上がっちゃいますので、そうするともっともっとこういうスピリチュアルな能力とかも上がりますし、直感が信じられるようになるし、なんか感じてるものに対してなんか私が言ってるのかなとかね、これはなんか違う気がする、こういうふうに感じるけど違う気がする、私が言っていますとかね、そういうふうに言う否定がなくなってきますから、もっともっと信じられるように、自分の直感が信じられるようになって能力が上がってくるってことですね。そうなので、ご自分のペースでいいんですけれども、インナーチャイルドやったりとか、潜在意識でもいいですし、あとは宇宙ですね。宇宙のこと、宇宙の自分自身のことチャネリングできる方はチャネリングしたり、宇宙のこと、分かる方に聞いたりとかね、いろいろしていただくと、本当に自分が宇宙で生まれてたってことが分かってくると、地球に何しに来たかってことも分かってきますし、なんかすごいんですよね。やっぱり宇宙のところに
意識を持っていくとっていうのかな、どんどん覚醒してきますから、スピリチュアルな能力もね一気に上がってくると思いますので、早くなんかスピリチュアルな能力を上げたいとかね、自分自身が目覚めたいとか思ってる方っていうのはそういう感じでやっていただくといいんじゃないかなと思います。ではまた。今10終わったよ。ファンちょっと強くしていい？チャージ私。